こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、超攻撃的な走行スタイルで有名なジョディ・シェクターの生涯と、1973年 F1 イギリスグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ジョディ・シェクターは1950年1月29日生まれ、南アフリカ共和国の出身。2023年7月時点で健在だ。1970年、20歳の時にイギリスに渡る。イギリスのジュニアフォーミュラで活躍する姿が地元マクラーレンの目に留まり1972年に F1 デビューした。ただマクラーレン時代はフル参戦ではなかった。マクラーレンにはチャンピオン経験者のデニス・ハルムとアメリカ帰りの実力者ピーター・レブソンがいたからな。シェクターさんは3人目のドライバーだったのね。デビュー戦は1972年10月。シーズン最終戦のアメリカグランプリだ。シェクターは整備が不十分な予備マシンで予選8番手。決勝でも快調に走りなんと4番手まで追い上げたが、中盤の通り雨で濡れた路面でスピン。最後は9位だった。残念、ポイント圏外、表彰台まで見えてたのに、悔しいデビュー戦ね。1973年もチームの扱いとしては予備ドライバーだ。出番は3月の第3戦、地元の南アフリカグランプリだ。マクラーレンは後に名車と呼ばれる新型 M23 を投入。シェクターは古い M19C だがデニスが第2戦まで使っていた一級品でデビュー戦のマシンよりは良かった。予選、トップタイムを記録したのはそのデニス。生涯で8勝したが、ポールポジションはこの1回きりだ。なおシェクターも3番手の好タイムを記録した。デニス・ハルムさん初のポールポジションおめでとう。シェクターさんも早い。決勝では先頭がデニス、2番目に飛び出したのがシェクターだ。まさか同チームでワンツーかと思われたが3周目にクレイ・レガツォーニが炎上する大事故が発生。破片を踏んだデニスが後退し、マクラーレンのワンツーは消えたがなんとこれでシェクターがトップを走った。デビューから2戦目でトップを走るなんて。だがそれも2周の間だけだった。シェクターの走りは荒く、タイヤは早く摩耗した。後半になるにつれ攻める走りができず最後は9位だった。シェクターは自分の走りたいラインを譲らずマシンをぶつけ合うことも厭わなかった。みんな、シェクターの近くを走ることを嫌がったそうだ。これはいつか天罰が下りそうね。続いての出場は7月、第8戦フランスグランプリ。チームメイトのレブソンがアメリカのレースに出るため、代役として新車 M23 で出場することができた。4ヶ月ぶりのレース、しかも新車、これは気合が入るわね。予選はケレルのジャッキー・スチュワートに次ぐ2番手の速さを見せた。なお、今シーズン末で100戦を迎えるジャッキーは引退を考えており、翌年シェクターをケレルチームのナンバー2ドライバーとして迎え入れる予定でいた。じゃあジャッキー・スチュワート氏からすると2番手のタイムを記録したシェクターさんの実力は、驚異というより安心した気持ちだったんでしょうね。決勝レース、シェクターが好スタートを決めトップ、そのまま中盤までトップを維持した。3戦目にして優勝来るだが59周のレース、41周目にしてフィッキパルディと接触してリタイアとなった。惜しい。これで優勝したのがロニー・ピーターソン。初優勝だ。ピーターソンはこれまで優勝こそなかったが1971年はポイントランキング2位を取るなど大活躍していた。このスウェーデン人のピーターソンの活躍により1973年からスウェーデングランプリが創設されていた。このスウェーデングランプリはシェクターの活躍にも後々影響することになるんだが、後ほど語ろう。楽しみだわ。さてシェクターとしてはデビュー4戦目となる1973年第9戦、イギリスグランプリを迎えた。ここまでの3戦では予選、決勝で光る走りを見せたが結果は9位、リタイアだ。結果が欲しいところだな。前回のフランスグランプリでは接触がなければ勝ってた。シェクターにかけるチームの期待は大きくなっていた。このイギリスグランプリ、いよいよシェクターにも新車 M23 が与えられたんだ。チャンスが回ってきたわね。予選は6番手だった。決勝は7月14日、天候は曇り。午後2時にレースがスタートした。そして1周目の最終コーナー、早くも最悪の事故が起こってしまったんだ。トップは4番手スタートから上がってきたジャッキー・スチュワート。2番手はポールポジションだったロニー・ピーターソン。3番手がカルロス・ロイテマン。4番手がマクラーレンのナンバーワンドライバー、デニス・ハルム。そして5番手がシェクターだ。シェクターはまだ1周目で温まりきっていないタイヤにもかかわらず猛烈に攻めた。最終コーナーで味方のデニス・ハルムをかわそうとする。ここでシェクターがスピン。イン側の壁に激突しコースに跳ね返る。セベールに挟まれたピーター・レブソン。逃げ場がない。シェクターのリアウイングを跳ね飛ばす。が、レブソンはなんとか助かる。
コーナー直後だったから目に入った瞬間大惨事だ。現場は大混乱。みんな、一瞬の判断で避ける。大きく衝突したのは BRM のジャンピエール・ベルトワーズ。シェクターを吹き飛ばし、自身も他のマシンを巻き込んでいく。青いのがサーティースチームのカルロス・パーチェ。白いのがサーティースチームのヨッヘンマス。3台は集団で観客席側へ。サーティースのチーム、すごい巻き添えになってるわね。そして後ろでクラッシュしてるのがサーティースチームのマイク・ヘイルウッド。マシンは大破。サーティースチームは全台脱落した。シェクターさん罪深すぎる。結局この多重クラッシュには十数台が巻き込まれてしまった。アンドレアでアダミッチが足首骨折の重傷。それ以外のドライバーは奇跡的に怪我はなかった。車両火災にならなかったのも奇跡ね。一周走っただけだから燃料は満タン近かったでしょうし。この事故で即座に赤旗が掲示され、レースは一時中断となった。1950年に始まった F1 世界選手権、初の赤旗だった。シェクターさんが原因で F1 初の赤旗、これはなんというか、不名誉な記録を立てちゃったわね。この事故で病院へ搬送されたり予備マシンがなかった9名が再スタートに並べなかった。もともとシェクターの走りを危険視していたドライバーはいよいよシェクターへ強い怒りを向けた。シェクターは身の危険を感じチームのキャンピングカーに隠れたという。再スタートできなかったドライバーのうち、一人はロジャー・ウィリアムソン。なんとこれがデビュー戦だった。しかもロジャーは次戦のオランダグランプリの事故で亡くなってしまうから、生涯完走を果たせなかったんだ。ロジャーさん、これは悲しすぎるわ。決勝レースが再開されたのは午後3時30分頃。そこにはもう一つドラマがあった。なんと優勝したのはピーター・レブソン。チームメイトが勝ったのね。ああ。なんとこれが初優勝だ。シェクターの事故でライバルが減った影響は大きいだろう。チームメイトのシェクターさんの大失態のおかげで勝ったなんて、複雑な心境ね。この事故でシェクターのライセンス剥奪が検討された。マクラーレンは運営と交渉し、自主的に4戦に出場停止することでなんとか剥奪は免れた。シェクターさんの F1 キャリア、下手したらここで終わるところだったのね。次は自主休場明けの1973年第14戦、カナダグランプリ。シェクターは反省していた。そして、フランソワ・セベールを巻き込んでクラッシュ。いい加減にしろ。セベールは翌年シェクターがテレルに移籍するとチームメイトになるドライバーだ。しかもシェクターより格上、チームのナンバーワンドライバーを張る予定だ。気まずすぎる。セベールは、そこに戦争があるかのようにアライとシェクターの運転を大批判。二人の仲は険悪になってしまった。シェクターさん、全然変わってない。もうライセンス剥奪されてもおかしくないわ。いつか変わるのかしら。実はこの時なんだ。次の最終戦、アメリカグランプリ、なんとシェクターの眼前でセベールが単独クラッシュ。セベールは助からなかった。身近な人間を初めて亡くし、しかもその事故を眼前で見た衝撃は大きかった。シェクターはここから無理な運転をきっぱりとやめた。ロジャー・ウィリアムソン選手も亡くなったし、重大事故の多い年だったのね。こうして1973年シーズンが終了した。シェクターはノーポイントでマクラーレンを去り、ゲレルに移籍した。ジャッキー・スチュワートは予定通り引退したが、引退レースで相棒だったセベールを失うというこれ以上ない悲しい引退になった。そして1974年、心を入れ替えたシェクターは大活躍した。前年創設されたばかりのスウェーデングランプリではとうとう自身初となる優勝。シェクターさん生まれ変わった、すごい。前年大失態を犯したイギリスグランプリでも優勝でき、1974年は2勝で総合3位だった。走りも良かったが、ゲレルの新車007は抜群に速かった。1975年はなんと地元、南アフリカグランプリで1勝でき、総合7位。常に優勝争いに加わり、存在感を示した。もうチャンピオンになってもおかしくないわね。ところがここでゲレルに異変が発生した。ゲレル007のマシン開発者、デレック・ガードナーは最終兵器、ゲレル P34 を投入したんだ。この姿は一体？そう、六輪車だ。美しくないとか関係ない。真剣に速さを追求した結果なんだ。開発者としては最初から六輪にしたかったわけではなく、なるべく空気抵抗が小さい、とにかく平たいボディにしたかったんだ。そのため前輪タイヤは小径タイヤが選ばれ、かつ台径タイヤと同等のグリップ力を保つためにタイヤを仕方なく4つにしたんだ。このマシンはグリップ力を保つどころか強烈にグリップしブレーキも通常の四輪車よりはるかに効いた。すごい、開発は成功だったのね。いや、六輪で車両は重かったし前輪と後輪のバランスには常に苦しめられた。タイヤメーカーはどうしても複数のチームで使用される後輪の台径タイヤの研究や性能向上を優先して行い、ゲレルしか使わない小径タイヤは後回しにされた。
その結果前輪後輪でグリップの違いや消耗の違いが出て走り方やタイヤ交換の戦略に悩まされることになった。それでもシェクターは1976年シーズン、この P34 を操りスウェーデングランプリでは優勝を飾った。これが F1 唯一の四輪車以外による優勝の記録となっている。すごい記録作っちゃった。この1976年はジェームス・ハント VS ニキ・ラウダの壮絶なチャンピオン争いがあった年だが、その後ろでちゃっかり総合3位だったのがシェクターだ。ただしシェクターはこの6輪車には反対だった。シェクターより従順だったパトリック・デパイユニチームは傾倒していき、シェクターは孤立。シェクターは3年間在籍したケレルを去り、翌1977年はウルフからフル参戦した。ここでもシェクターはとんでもない記録を樹立した。移籍後の初戦となる、開幕戦アルゼンチングランプリで優勝。このチーム初戦での優勝は1954年以来2人目の記録だ。結局1977年は3勝で総合2位だった。なおケレルはこの年未勝利に終わり、2年間試行錯誤した6輪車の使用を終了した。先んじてケレルを脱出したシェクターさんの判断は結構正しかったのね。翌1978年、ウルフの2年目は厳しい年だった。前年ロータスが開発したグラウンドエフェクトカー。その改良版ロータス79はとんでもない速さだった。シェクターは太刀打ちできず優勝は一度もできなかった。ロータスは8勝を挙げた。しかし捨てる神あれば拾う神もいる。その強いロータスエロイテマンが移籍しフェラーリに空席ができた。そのチャンスをつかみシェクターは名門フェラーリへ移籍する。フェラーリ、誰もが憧れるフェラーリ。フェラーリにはすでに在籍1年のジル・ビルヌーブがいたが F1 としてのキャリアが豊富なシェクターの方が移籍早々にチームのナンバーワンドライバーにつくことになった。名門フェラーリでいきなりナンバーワンドライバー張るって、プレッシャー半端ないわね。しかも前の年はロータスに手も足も出ない状況で。この1979年、フェラーリは 312T2 グラウンドエフェクト構造を取り入れた 312T4 を投入。これはズバ抜けた速さではなかったが十分ロータスと張り合えるほどには進化に成功していた。相棒のジル・ビルヌーブはかつてのシェクターを思い出させるような、常に限界ギリギリのコーナリングをするドライバーだった。シェクターはそれをたしなめるが、ジルは効かない。ただ基本的に仲は良く、ジルはセカンドドライバーとしてきっちりとシェクターを補佐した。その結果、1979年はシェクター3勝、ジル3勝。フェラーリがコンストラクターズチャンピオン、シェクターが初のドライバーズチャンピオンを獲得した。最高シェクターさん最高の年ね。ああ。ウルフでの辛い1年から一転、最高だった。しかし翌1980年は歴代最悪の厳しさとなったんだ。乱高下しすぎ。フェラーリはさらにグランドエフェクト構造を進化させた 312T5 を投入。しかしこれは操縦性が悪くエンジントラブルも多かった。歴史的な打作と言われた。1980年、シェクターは5位入賞が1回あっただけだ。総合19位という F1 フル参戦の7年間で最悪の順位だった。予選落ちしてしまい決勝に進めなかったレースもあった。シェクターはこのマシンを徹底的に批判。フェラーリ上層部と仲違いしてしまい、シェクターは30歳の若さでレースから引退してしまった。引退早すぎる。ああ。移籍すればまだレースの世界で活躍できたと思うが、ただ人間としてのシェクターはその後も活躍し続けたぜ。シェクターは護身用武器の訓練会社やバイオ農場を立ち上げ、実業家としての腕を振るい続けた。その資金で時々レースにも出資しているんだ。これまでとは違ったアプローチになったが、モータースポーツへの情熱は失わなかったぜ。以上、今回はジョディ・シェクターの生涯と、1973年 F1 イギリスグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。